はい、皆さんこんにちは。松田ひかるです。平本拓郎です。今回はコメントで右バッターの小細工教えてほしいですっていうのを何件かもらったんですよ。なので右バッターで小細工、この人しかいないでしょうっていうことで、平本選手を、呼んできました。平本選手はバントめちゃくちゃうまいんですよ。でプラス、社会人の3年目とか4年目ぐらいはずっとバスターで打ってたんで、ちょっとそういうコツをいっぱい知ってると思うので、今回教えてもらおうかなと思います。バスターといったら僕でしょう。本日は右バッター送りバント、それからバスター、それからセーフティー、この3つを紹介していきたいと思います。それではどうぞ。それではまず送りバントからやっていきたいと思います。右バッターの小技はカーボールはあまりやらないことが多いと思うんで、ちょっと今回はゴムボールを使って説明していきたいと思います。お願いします。送りバントですけど、右バッターの場合、僕の場合は足はクロスで構えます。オープンで構える選手もいると思うんですけど、オープンだとボールを追っかけて体で追っかけることになってしまうので、どちらかというとクロスの方が膝を使ってバントしやすいので、僕はこの形でバントをしています。バントはソフトボールの場合、サードファーストやっぱりプレッシャーをかけてくるんで、一番はピッチャーに転がすことを意識してバントします。あとは、手の使い方なんですけど、基本的に意識は右手でバントするようにしてます。来たボールに対してボールを取りに行くように、手のひらで取りに行くような動きをしてあげると、バットの面がしっかりボールに向くので、当てることは簡単になります。例えばバットを握らずバットに当てておく、この形でバントをする。これでボールに対してしっかり面を向けてあげることによってしっかり転がってくれます。あとはライズとドロップがあるんで、ドロップをこの状態で膝を使ってやるよりも、ドロップの場合はちょっと下に下げてポイントをいつもより後ろにしてあげると、その軌道に対してしっかりラインができるんで、バントはやりやすいです。サイズの場合は下げるんじゃなくて、こういう意識を、練習の場合はファールになってもいいんで、しっかりヘッドを立てる意識、ちょっと下げる意識を持ってやっていくと体に染みつくと思います。あそこに転がると自分もセーフになりやすいですね。今のヘッドがちょっと下がってポイント後ろで膝を使ってやれたんで、しっかりあっちに転がってくれます。バットを当てる位置なんですけど、先よりは芯もしくは根っこの方が打球はしにやすい。あと芯でやるとどうしても弾くことが多いんですけど、しっかり当ててあげるとポンと止まりやすい、回転かからないゴロをバントすることができるんで、芯もしくは根っこがいいと思います。次はバスターについて説明していきたいと思います。バスターは送りバントや構えから内野を動かしたりっていう戦術であると思うんで、なるべくゴロを打つことを考えないといけないんで、構えから歩いて打つのもいいですし、この状態からそのまますぐ切り替えて
打つ2種類のやり方があります。この時に注意しないといけないのが、この構えから手だけでこう振っちゃうと引っ張れないんで、しっかり下半身も使って打つようにしましょう。バントの構えからだとショートはセカンドカバー行って、今の打球だとゲッツーになる可能性高いんで、なるべくショートがベースカバー行く方向と逆三遊間をバスターの場合は狙った方が内野を動かして自分も生きれる、チャンスが作れるっていう攻撃になります。あれ多分普通のショートゴロなんですけど、ちょっとショートが寄ることによってもし取られても一塁間に合わないっていうケースもあります。インコース来た時もこうしっかり回ってあげれば、今のはサードの頭多分こうやってヒットにもなれるんで、今の流してみたんですけど、どうしても今みたいにこうヘッドが出てこなかったりでファールになったりするんで、どっちかというとやっぱ引っ張ってあげた方がこうなっちゃうんで、今のもライナーでゲッツー、無理に流すよりは引っ張ってあげた方が、この時にドロップもライズも一緒なんですけど、ボールのやっぱ上、普通にバッティングするときは、テニスのラケットをイメージしてもらったら分かるんですけど、この角度でライン入れちゃうとフライ上がるんで、ラインにしっかり入れたらちょっとバットの角度をこういう角度で入れてあげると、ゴロにはなります。僕もともとデフォだったんですけど、なんでこう打てるようになったのかっていう一つとして、バスターでずっと練習してたっていうのがあるんですけど、バスターでも普通に打つことはできるんで、ちょっと打ってみたいと思います。これなんで僕がバスターで打ち始めたかっていうのは、タイミングがなかなか取れない時があったので、こうする、これでもホームランは入るんで、タイミングと取れないなと思う人はやってみてください。これでも入るんで、しっかりタイミングはやっぱバッティングでは大事になってくる。タイミングが取れないなと思う選手はバスターでタイミングを取るっていう練習もやってみてください。ここから転がす、普通に打つっていうのはできるんで、切り替えはこう転がすと普通に打つ、これでも入れるんで、ラストバスターは以上です。それでは最後に右バッターのセーフティーについて説明していきたいと思います。右バッターのセーフティー、試合で1個2個あるかないかだと思うんですけど、相手の内野の守備位置を見てどうしても出塁したいとか、そういう時にはやっぱり一つの攻撃としてはやっぱ大事になってくるので、一つそのセーフティーを身につけておくだけでも自分の攻撃の幅が広がってくるので参考にしてください。でセーフティー、右バッターのセーフティーで大体2種類あると思うんですけど、普通に前でするセーフティーと、一か八かの後ろでするセーフティーというのがあるんですけど、こっちの場合本当にもう一か八かなんで、基本的にやっぱり前でなるべくやった方が決まりやすいっていうのと、コントロールしやすい、あと後ろでやるとボールに当たるっていう可能性があるんで、基本的にやっぱこっちで前でやった方がセーフティーはいいと思います。ノーセーフ。
これもやっぱ送りバントと一緒でピッチャー前が基本になります。セーフティーの後構えなんですけど、この、普通の構えからいきなりやっちゃうと、守備も分かりやすいと思うんで、打ちますよという姿勢はやっぱ見せないと守備を騙すというか、あと相手の反応を遅らせることはできないので、なるべく自分のしっかりトップを作った位置から右足を引いてやっていく方が走る動作にもつながりやすいので、バットに当てるタイミングは右足を引いて左足を出す瞬間に一緒にこう当てるとそのまま一か八かセーフティー、こういうことになるんで、体に当たりやすいのは当たりやすい。うまく転がればセーフになる確率はやっぱだいぶ高いですが、確実性でいうと前の方が。これだとセーフになると思います。今みたいにバウンドして前に行くボールが前に出る前に自分がその前を通っていくのが一番理想ですね。セーフティー2つあるんですけど、しっかりまず前で形を作ってコントロールできればセーフになりやすいんで、しっかりとした形でまずやるのが一番です。あとは応用として後ろでやって一か八かっていうセーフティーもあるんで参考にしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。右バッターでも普通に打ったりする選手もいいと思うんですけど、自分の攻撃の幅を広げる意味でもやっぱりセーフティー、特にバスター、送りバントはやっぱ基本になるんで、それで流れが変わったりっていうのもやっぱり大事な戦術の一つなんで、それはしっかり身につけて自分の攻撃の幅を広げていってもらえたらと思います。本日の動画が良かったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。バイバイ。ヒラキンソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。Let's enjoy softball!